今日はスーパーカップ生チョコを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスーパーカップで生チョコを作りたいと思います。はい、ということでスーパーカップシリーズのおやつレシピをご紹介していきたいと思います。今回はですね、スーパーカップを使って生チョコを作るんですけれども、生チョコ自体はたったの材料3つで作ることができます。生クリームを使わないのでとても手軽に作れます。味付けはですね、今回バニラ味、チョコクッキー味、抹茶味、この3種類作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにバニラ味の材料からご紹介します。材料はこちらです。スーパーカップのバニラ味、ホワイトチョコレート、無塩バター、ホワイトチョコレートパウダー、バニラ味はこちらの4つの材料で作っていきます。まずですね、スーパーカップ、今回 200ml サイズのスーパーカップを使うんですが、使う容量は1/4、50ml 使っていきます。そしてプラスですね、今回はバターも使っていきます。こちらは無塩バターを使うようにしてください。このバターを加えることでとてもリッチな味わいに仕上がります。ぜひこちらも入れてみてください。もしね、どうしてもバターがないよっていう場合は、バターなしで作っていただいても大丈夫です。続いて、チョコクッキー味の材料をご紹介します。材料はこちらです。スーパーカップのチョコクッキー味、ブラックチョコレート、無塩バター、ココアパウダー、チョコクッキー味はこちらの4つの材料で作っていきます。アイスは半量だけ使っていきます。使うチョコレートなんですが、アイス自体も甘いので、今回はブラックチョコレートを使っていきます。そしてバターはね、先ほどと同様です。ぜひこちらも入れて作ってみてください。そして最後に抹茶味の材料をご紹介します。材料はこちらです。スーパーカップの抹茶味、ホワイトチョコレート、無塩バター、抹茶パウダー、抹茶味はこちらの材料で作っていきます。抹茶味はバニラ味と同様に、アイスは1/4使っていきます。そしてチョコレートもね、ホワイトチョコレートを使用します。あとバターもね、先ほどと同じです。そして今回はこちら 380ml のタッパーを使っていきます。この中にですね、こちらクッキングシートまたはオーブンシートをこのようにくり抜いて4箇所に切れ込みを入れて、そしてこのね、シートを中に敷いておきます。はい、こんな感じです。こちらはですね、作る前に必ず用意しておいてください。それでは作っていきます。まずバニラ味から作っていきます。バニラ味はチョコレート 150g 使っていきます。では刻んでいきます。今回私はね、包丁で刻んでるんですけれども、面倒な場合は手で細かめに砕いていただいても OK です。はい、OK です。このように細かめに刻んでください。そうしましたらこちらボウルの中にチョコレートを入れてください。はい、OK です。そうしましたらここにバターをね、細かくして入れていきます。では今からこちらを湯煎で溶かしていきます。電子レンジで加熱すると焦げやすいので、必ず湯煎で溶かすようにしてください。それではですね、別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてチョコレートが入ったボウルを置きます。こちらを溶かしていきます。少しね、湯煎だと時間がかかるんですけれども、ゆっくりね、綺麗に溶かしてください。なのでできるだけね、チョコレートを細かめにしてください。そうすると早く溶けると思います。はい、OK です。このようにチョコレートの粒がなくなるまでしっかりと溶かしてください。それでは続いてこちらのアイスを溶かしていきます。今回ね、バニラ味は1/4だけ使っていきます。このアイスの使う分量はですね、ものによって変わってくるので気をつけて作るようにしてください。少し不安な方は一度溶かしてから 50ml に計量していただくといいかなと思います。では耐熱のボウルに1/4加えます。はい、このぐらいかな。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱してアイスを溶かします。はい、30秒加熱しました。そしたら一度よく混ぜてアイスをきちんと溶かしてください。はい、OK です。アイスの塊がなくなるまでしっかり混ぜてください。そうしましたらね、こちらこの後チョコレートと混ぜるんですけれども、アイスが冷たいとチョコレートの中に入れた時に分離したりとか、あとは固まってしまったりするので、こちらをもう一度加熱します。電子レンジ 600W で30秒加熱しましょう。はい、30秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。
はい、OK です。温度の目安なんですが、お風呂の温度よりも少し熱いぐらいですね。それぐらいまで温めてください。では今からチョコレートと合わせていきます。それでは溶かしたチョコレートを湯煎から外して、そしてこちら溶かしたアイスを加えていきます。まずね、3分の1ぐらい入れてください。そしてゆっくり混ぜましょう。また混ざったら3分の1ほど加えます。そして混ぜましょう。途中でねちょっとポソポソっとしてくるんですけれども、しっかりその後も混ぜ続けると滑らかになってくるので、しっかりと混ぜ続けてください。はい、2回目が混ぜ終わりました。少しね分離してるんですけれども、最後ねアイスを加えて混ぜるとしっかりと馴染みます。では残り加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。ホワイトチョコレートは特に分離しやすいんですけれども、最後ねアイスを加えていただくとこのようにしっかりと馴染むので、少しねボソボソになったら残りのアイスを加えてさらにしっかり混ぜてみてください。それではこちらのタッパーに流し入れます。はい、OK です。それではこちらしっかり粗熱をとって冷蔵庫で 2,3 時間冷やし固めます。それでは続いてチョコクッキー味を作っていきます。まずこちらも同様にチョコレートを細かく刻みます。はい、OK です。それではこちらも同じようにボウルに入れます。チョコレートはこれで OK です。そしたらここにこちらも同様にバターを入れましょう。そしたら別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてチョコレートのボウルを置きます。こちらも同様に湯煎でチョコレートを溶かしていきます。この時ねチョコレートにお湯が入らないようにだけ注意してください。はい、OK です。このようにしっかり溶かしてください。チョコレートの準備はこれで OK です。続いてチョコクッキーアイスを溶かしていきます。ボウルの中にチョコクッキーアイスを半分入れましょう。はい、それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度混ぜます。はい、これで OK です。それではこちらも2つの生地を合わせていきます。まずはじめに3分の1ほど加えてください。そして混ぜましょう。この時ね泡立てないように混ぜるようにしてください。そして2回目加えます。そして混ぜましょう。はい、でこの時もね2回目加えると少しチョコレートがざらついてきますが、その後しっかり混ぜていただくとこのように滑らかになってきます。そして最後アイスクリームを加えます。そして混ぜましょう。はい、このように滑らかになるまでしっかり混ぜてください。それでは用意しておいたこちらのタッパーにチョコレートを入れます。はい、そして表面をならしましょう。はい、OK です。それではこちらも同様に粗熱をとって、その後冷蔵庫でしっかりと冷やし固めます。それでは続いて抹茶味を作っていきます。抹茶味に関しましてはバニラ味とねチョコレートとバターを溶かす工程は一緒なので、そちらを割愛させていただきます。それでは続いて抹茶味のアイスを溶かしていきます。こちらのアイスの量はバニラ味と同じで 50ml ですね。なので4分の1加えていきます。こちらも同様に耐熱のボウルに入れてください。はい、 OK です。それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたら一度混ぜましょう。そしてアイスを溶かしてください。はい、 OK です。そうしましたらこちらの抹茶味はじゃん、この中にさらに抹茶パウダーを加えて作りたいと思います。そうすることでより抹茶感が感じれる美味しい生チョコに仕上がります。抹茶パウダーを加えるときはですね、直接入れるとダマになりやすいので、一度ねこちらの抹茶パウダーの中に少しアイスを入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、でこのぐらい馴染んだらまた少し加えます。そして混ぜます。はい、 OK です。そしたらまた少し加えます。そして混ぜましょう。このぐらい馴染めば OK です。そしたらこちらのアイスに戻し入れます。そしてよく混ぜます。はい、 OK です。それではホワイトチョコレートとアイスを合わせていきます。まずねこちらも同様に3分の1ほど加えてください。そしてよく混ぜましょう。このようにね混ざって少しざらつきが出てきます。でもねこれ最後まで入れると大丈夫なので、このまま作業を続けてください。そしたらまた3分の1加えます。そして混ぜます。
たまにねこうやってポソポソっとなってくるので、そしたらねもう最後入れちゃって OK です。そして混ぜましょう。そうするとねしっかり馴染むと思います。はい、OK です。こちらも綺麗に混ざりました。今回みたいに滑らかになる前にね最後アイスを加えると最初ね少し分離するんですけれども、しっかり混ぜるとこのように滑らかになってきます。どうしてもねちょっと硬いなとかなかなか混ざらないなっていう時は、もう少しだけね溶かして温めたアイスを加えてみてください。そうすると滑らかになると思います。それでは容器の中にチョコレートを流し入れます。はい、OK です。ではこちらもしっかり粗熱をとって、その後冷蔵庫で2時間から3時間冷やします。はい、冷やし固まりました。こんな感じでねしっかりと固まってます。それでは取り出して切りたいと思います。型から取り出して、そしてシートを剥がします。ピリピリピリっと剥がします。はい、こんな感じです。それでは切っていきます。まずね周りを切り落としたいと思います。もちろんね切り落とさずにそのまま切っていただいても OK です。切るときは少しね包丁を温めていただくと切りやすいと思います。あとは一口サイズに切っていきます。はい、このように切りました。そしたらね最後ホワイトチョコレートパウダーを仕上げにかけます。はい、バニラ味の生チョコはこれで完成です。それではこちらも型から取り出します。はい、そしてオーブンシートを剥がします。はい、こんな感じに仕上がってます。ではこちらも同じように切っていきます。はい、切り終わったので最後ココアパウダーをかけます。はい、これで完成です。美味しそうに仕上がりました。では続いて抹茶味も切っていきます。はい、型から取り出してオーブンシートを剥がします。はい、でこちらも同じようにね切っていきます。抹茶味もこのように切りました。はい、すいません、今抹茶パウダーをねかけてるところが取れてなかったんですが、こんな感じでね抹茶パウダーをかけてください。抹茶味はこれで完成です。はい、これでスーパーカップで作る簡単生チョコの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがバニラ味、そしてこちらがチョコクッキー味、そしてこちらが抹茶味です。こんな感じでお店で売ってるような高級生チョコ風に仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。バニラ味からいただきます。いただきます。すっごく濃厚です。そしてねこのバニラアイスの香りがいいですね。美味しい、とろける食感が最高です。では続いてチョコ味もいただきます。チョコ味はもうとにかく濃厚です。すごく美味しく仕上がってます。それでは最後抹茶味もいただきます。美味しい。抹茶の香りがしっかり口の中に広がってとても美味しく仕上がってます。抹茶はねすごく上品な味わいに仕上がってますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスーパーカップ生チョコのポイントです。まずですねこのスーパーカップとあとはチョコレートの比率なんですけれども、使うチョコレートによってアイスの比率が変わってきますので、こちらは注意して作るようにしてください。ホワイトチョコレートで作る場合はアイスは4分の1使うようにしてください。そして今回はチョコレートとアイスの他にバターも加えました。このバターを入れることでとてもコクのある濃厚な仕上がりになります。そしてアイスとチョコレートを混ぜる時のポイントです。まずチョコレート自体はですね必ず湯煎で溶かすようにしてください。こちらをですね電子レンジで溶かしてしまうとたまにねチョコレートが焦げたりしてしまうことがありますので、湯煎でやっていただいた方が失敗なくできると思います。そしてアイスと混ぜる時なんですけれども、アイスは必ず温めてからチョコレートと混ぜるようにしてください。この混ぜる時にですねアイスが冷たいとチョコレートとうまく混ざらなかったり、あとは分離しやすくなってしまいますので注意してください。そして混ぜる時なんですけれども、最初混ぜてる時ね少し分離する時があります。なので少しね分離してきたなと思ったらアイスを加えてよく混ぜるようにしてください。最後のアイスを加えていただくと滑らかな仕上がりになります。とにかくね分離しないようにしっかり混ぜてみてください。あとはねもう冷やし固めるだけなのでとても簡単に作れます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても濃厚で美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はスーパーカップ生チョコを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。